れ。はいどうも、今回はこちらのごついケースに入っているものをやっていきます。中身はというと、こちらですね。巻き出し製のレーザーライナー墨出し機大金、型番は SK201 というものですね。すごそうですけど、単なるレーザー墨出し機、水平数直を見るやつですね。何かと便利そうだと思い、かなり前に購入して放置していたものです。それでは見ていきます。とりあえず取り出しますね。重さはかなりの重量あります。付属はこちらの本体だけですね。それとケースの中に何かこんなものが落ちていました。これは何かわからないです。真鍮の何かですね。症状は一切不明のジャンク品です。若干画面に入りきっていませんが、外観を見ていきます。外観は古めですね。大きな破損はなさそうな感じ。こちらなんか垂れた跡がありますね。こちらもありますね。盛大に何かが垂れています。塗装ハゲがところどころ。マキタのロゴは今のマキタのロゴとほぼ一緒ですね。こちらに割れがありますね。レーザー光の注意書き。なんか書いた跡がありますね。他は特に目立った何かはないと思います。ここからレーザーが出る感じですね。この2つが垂直。こちらが水平ですね。そして水平垂直の切り替えスイッチとオープンロック。これは中の振り子の触れ止めですかね。で、電源スイッチ。こちらに電池ボックスがありますね。電池ボックスを開けると、電池が4本必要ですね。電池ボックスの中は液漏れした跡があります。中が無事だといいんですけど、とりあえずバネは無事そうですね。バネが全て下にあるので、下がマイナス、上がプラスですね。並列なんですかね。直列じゃないと電圧足りなさそうですけど、まずは動作確認からしていきます。とりあえずここに電池を入れてみます。使用する電池はこちら。100均の充電式のものですね。1本 1.2V。足りない可能性はありますが、まあこれで試してみます。電源を入れ、電源入ってますね。光ってないですよね。垂直。水平に切り替えて、水平はというと、水平も光ってなさそうですよね。分解していきます。はじめに邪魔な取っ手を外してしまいます。取っ手は1箇所。2箇所のネジですね。次にこちらのネジですね。1箇所。2箇所。3箇所外せば、この上のカバーが取れると思います。外してみます。中心にあるのが振り子だと思います。見えてる配線で断線はなさそうですね。次はこちらのネジと、こちらの4箇所を外します。もう一つここにネジありますね。これは違いそうな気はしますが、このカバーが外れると思うんですけど、どうでしょう。外れそうもないですね。何か、動きますね。これで外れますね。次はこちらの電池ボックスを外します。電池ボックスが何も繋がれてないですね。なんかすでにやられてますね、これ。ハンダゴテかなんかで溶かした跡があります。この配線はなんか太すぎますよね。この白い配線が元の配線なんだと思います。液漏れで腐食してしまったので直したのかもしれないですね。これは要修理ですね。次に断線してる部分を見るためにこのスイッチ部分ですかね。これを外してみようと思います。ネジが1、2、3、4箇所ですね。この部分割れてしまってますね。やたらと太いコードがついています。どれがプラスでどれがマイナスなのかわからないですね。こちらにコンデンサーがあるので、これからマイナスだけを探します。こちらがマイナスだと思いますけどね。電源スイッチがこれで、これがレギュレーターですかね。
コンデンサーがまずは生きてるか。27.15 マイクロファラッド。まあ大丈夫なんじゃないですか。22マイクロなので、このコードは何でしょうね。接触が悪いですね。ちょっと接触がよろしくないので、これちょっと外します。で、綺麗になったので、通電を見ていきます。こちらはマイナスですね。必然的にこちらプラスになります。問題はこの線は何ですかね。なんか改造してあるっぽいですよね。この線も外してしまいます。新たに線を2本用意して出しておきます。使用するのはこちら。どれぐらいでしょうね。電池ボックスまであればいいので、余裕を見てこれぐらいですかね。黒も同じ長さぐらいで。プラスの配線からハンダ付けしておきます。で、2本出ました。で、先ほどのこちら。これが何なのかはわからないですね。とりあえず4本配線が出ていて、4箇所にはつながっている。こちら側にマイナスがない感じですかね。とりあえずこのスイッチを入れたプラスがどこに出ているか見てみます。プラスは、今白に出てますね。黄色は出てないですね。切り替えると、今度は黄色にプラスが出ますね。これはマイナスいらない感じですかね。先ほどのこれは何だったのかが問題ですよね。とりあえずこの分かっている状態で電源を入れてみます。電池ボックスから見て、単純に直列ですね。6ボルトということでしょうね。電池がある程度終わった状態で動くと思うので、5.5 ボルト、0.5 アンペアにしておきます。では電源を入れてみます。オン。とりあえずこの状態でショートはしてないですね。本体の電源を入れます。光ってますね。垂直ラインも一応出てますね。赤いラインが見えてると思います。これを切り替えると水平も出てますね。これでいいんじゃないですか。これで本体側は治った感じですね。両側出てますね。垂直ラインで切り替えて水平ライン。垂直は上で交わってますね。完全に十字には見えないですね。水平と垂直を同時に使うことはできないみたいですね。同時があると結構便利そうなんですけどね。ひょっとすると先ほどのこちら、両方出るようにしてるんじゃないでしょうかね。可能性ありますよね。ついでに今発見したんですけど、本体の下からもレーザーが出ています。中心を見るレーザーなんでしょうね。次、こちらの電池ボックスを直していきます。端子はギリギリ残ってるので、太すぎるコードを交換したりして直したいと思います。液漏れしてる内部の清掃ですね。よくよく見ると液漏れを削った跡が結構ありますね。これはしょうがないでしょう。とりあえずこの太すぎるコードを外してしまいます。若干太さ違います。こちらの白線で渡りを作っておきます。ちょっと長すぎましたかね。短いよりはいいと思うので、このままやります。
れますね。やり直しですね。やり直しついでにちょうどいい長さにします。これで大丈夫でしょう。プラス側はこちらも外しておきます。端子を少々磨いておきます。一応電池を入れてしっかり出るか確認しておきます。マイナスでプラスですね。4.2V 出てますね。1.2V の乾電池が4本なので、4.2 でもギリギリだと思います。4.2V で本体が動作するか確認しておきます。4.2V も十分動作しますね。電池ケースはお湯洗いしておきます。まだ液漏れの跡が残っているので、お湯で洗うと結構綺麗なんですよね。次、この分の割れですね。これをどうにかしたいと思います。グラグラで取れそうですね。これは ABS ですかね。ABS と刻印があればいいんでしょうけど、ABS という刻印はないですね。ということは ABS 接着剤は使えないかもしれないですね。今発見したこの部分。先ほどのこれ関係してそうですよね。これ入るんですかね。こんな感じで。入ると何か起こるんですかね。入ると運搬時にこちらのキーみたいのに噛み込んで本体とこの上が回らないようになる。いや、そんなことは関係ないかな。わからないですね。多分構造的にはこうなるんでしょうね。見にくいですけど、この部分にネジ山があるんですよね。これでなんか蓋がしてあったんでしょうね。これはわからないですね。とりあえず先にこの割れですね。取扱説明書で材質を確認しようとしましたが、取扱説明書ありませんでした。どっかにあるんですかね。ということで以前マルチメーターを直した100均のパウダーで修復したいと思います。こちらですね。マスキングテープを裏から貼っておきます。完全に取れましたね。破壊しました。乾かす間にこちらの清掃をしておきます。そしてあとは精製水で拭いておきます。本来はガラスを外せばいいんですけど、ガラスを外すためにはおそらくこちらのネジ2本を外さなきゃいけないので、この上のシールを貼る必要があるんですね。そこまではする必要はないと思います。ガラスはある程度綺麗ですね。次にこの何かついている色ですね。これを拭いておきます。アルコールじゃ落ちないですね。落ちる部分と落ちない部分がありますね。これが限界ですね。もっと落ちる溶剤を使えばいいんでしょうけど、プラスチックが溶けたらダメですからね。このぐらいでやめておきます。次にこちらも拭いておきます。名前かなんか書いたんですかね。名前に見えます。読みませんけど。この部分の割れたのは、これはこのままですね。これで OK ですね。つきましたかね。硬くなってますね。これならなんとかつくんじゃないですか。軽く整えておきます。内側に入る部分なので、そこまで気にしなくて大丈夫だと思います。これでいいですね。録音ボタンを押し忘れていました。ここから論戦は良くなると思います。もともと改造した後に水平垂直両方出すように改造しようと思いましたが、とりあえずはこのまま使ってみようと思います。水平垂直両方出すために
この2本ですね。この2本をつないでしまうと、水平垂直両方出るようになると思います。必要になったらこの辺を直結ですね。とりあえず上部はこれで OK ですね。次、下部。この汚れですね。これを多少どうにかしたいですね。このようにネジがあるので、ネジが1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ですね。これを外してみます。映ってはいませんが、こちらにあるネジ穴、舐めてますね。下部のカバーは取れますね。内部にハンダのカスですかね。入ってますね。上に抜けば抜けるかもしれないですね。抜けますね。これが心臓部ってことでしょうね。グリスがベタベタに塗ってありますね。グリスは塗り替えた方がいいですね。アルミの削りカスがいっぱいついてますね。こんな感じですね。掃除をします。これで OK ですね。次はこちらの台座の部分を清掃します。台座にも結構すごいんですよね。これでだいぶ綺麗ですね。次はこれを掃除します。いろいろ入ってるんですよね。この部分は完全に腐食してしまってますね。軽くヤスリで磨くぐらいで落ちますかね。塗装も完全にいってしまってますね。結構穴ができるまで腐食してますね。こちらにもありますね。こちらも削っておきます。ここまでできたので洗ってきます。こちらにはかからないのでうまく洗います。洗ってきました。洗ったらここが回るようになりましたね。どうして回るのかはわかりませんが、若干白くなりましたね。まあしょうがないでしょう。とりあえずペイントはないので、これは黒です。マッキーも黒です。マッキーで塗ってしまいます。そんなに目立たないんじゃないですかね。ものすごく雑ですが、とりあえずこれで OK とします。遠くから見る分には目立たないですよね。近くからは見てはいけません。この部分の窓も掃除しておきますね。これで OK ですね。可動部すべてにグリスアップをしていきます。グリスは何が専用かわからないので、とりあえずシリコングリスですね。軽すぎず重すぎずといういい感じの加減になりましたね。この足は調整できるんでしょうかね。動く気配はないですね。これはこういうものなんでしょうか。高さを調整しないとダメのような気がするんですけど、これはどうなんでしょう。回りそうな気配ないんですよね。足の位置で調整なんですかね。通常であれば回して調整だと思うんですけど、回らないんですかね。これ以上壊してもあれなので。この足もなかなかあれですね。この部分も腐食してますね。これがそこまで目立たないので、このままにしておきます。こちらの本体側も横方向のレンズを掃除しておきます。この辺に残ってるグリスも掃除ですね。内部の振り子っていうんですかね。この部分の汚れはこれ以上取れないですね。取れたとしてもこの部分だけですね。これ以上の掃除は無理ですね。下部の部分ですね。磁石と銅板が入ってるんですね。これは多分素早く触れないようにしてるんだと思います。
銅の筒の中に磁石を通すとゆっくり落ちるあれですね。原理的にはすごいですね。これはこのまま戻していきます。この部分にもグリス塗った方がいいんですかね。ホコリの防止にはなりそうですよね。これより上ですね。こちら側にグリスを塗っておきます。台座にはめます。株の皮もこの部分にグリス塗った方がいいですね。こんな感じで塗っておきました。これを取り付けます。電池ボックスをつける前の動作確認をしておきます。つかなくなりました。なぜかつかなくなりましたね。原因を探ってみます。再びこちら開けてみます。断線はしてないです。この中の基板は見えないんですよね。断線などしてるわけじゃないですね。初めてこういうレーザー製品って使うんですけど、水平垂直じゃないとレーザー出ないようになってるんですね。なかなか古くてもハイテクじゃないですか。今レーザー出てます。これが傾くと消えるんですね。元に戻します。再びレーザーが出るか確認しておきます。しっかり出ますね。見にくいですけど映ってます。水平も出てますね。この辺に見えてます。手をやるとこんな感じですね。電池ボックスを取り付けていきます。プラスを先につけてマイナスですかね。マイナスはこの辺ですね。電池ボックスの取り付けが終わったので、この状態で電源が入るか試してみます。入らないですね。電圧を測ってみます。オフの電圧で3ボルトしかないですね。さすがに半分では電源入らないと思います。念のため安定化電源で試しています。入りますね。これで OK ですね。そして最後に縦方向の拡散レンズですね。これを清掃しておきます。でこちらは外すとこのロック剤を取らなきゃいけないので、こちらはやりません。清掃するのはこの上のみですね。こちらのカバーを戻していきます。こちらのカバーを取り付けておきます。水平器がここについてますね。取っ手を取り付けます。それで最終の動作確認をしておきます。今乾電池がないので、とりあえず安定化電源で動作確認をします。電源を入れます。垂直出てますね。水平出てますね。OK ですね。垂直水平しっかり出てますね。精度はわかりませんがね。精度を簡単に見る方法がないんですよね。どうしましょう。上から垂らした水色の紐にレーザーを当ててみます。こんな感じですね。紐全体にレーザーが一応当たっているので、正確といえば正確だと思います。距離が近いので本当に正確かどうかはわかりません。プロが使うわけではないので十分だと思います。ちなみに紐が若干揺れてしまうのは家が揺れています。今日風強いんですよね。最後にこちらをやっていきます。おそらくこちらに入れて使うものだと思います。正確かはわかりませんけどね。これをまずここに入れて、多分バネが入ってたんだと思います。こちらボールペンのバネですね。で、
で、この部分に蓋がしてあったんでしょう。蓋はないですけどね。で、蓋代わりに用意したのが、こちら。車のバンパーなどを固定するピンですね。これを加工して何とかしたいと思います。で、この用途ですが、よくよく考えてみると結構必要なものでしたね。今ドライバーで試しますけど。バネが押し込まれていて、微調整ができるようになってるんですね。このバネだとちょっとバネのパワーが足りないですね。バネは交換した方がいいですね。こちらのバネを用意しました。このバネの方が強力ですね。何かで短くするために切り落としたバネですね。これは明らかに長すぎるので、ギリギリの長さで切り落としてみようと思います。このぐらいでとりあえず切ってみます。これではまればいいですけどね。ガチガチにはまりますね。飛んできましたね。とりあえず固定できるように作ってしまいます。こちらの長さも長すぎるので、こちらと同じぐらいの長さですね。に整えます。プラスチックなので簡単に切れます。この傘の部分ですね。これもちょっと大きいので、このネジの頭ぐらいに切り落とします。簡雑ですけど、こんな感じですね。はめやすいように用意しておいて、ドライバーで押し付けながら固定する感じですね。両足取り付けます。これで OK ですね。回してみます。若干見にくいかもしれないですが、微調整がこれでできるようになります。わかりやすいようにこちら、マスキングテープを縦に貼って切り込みを入れてあります。これで回してみます。マスキングテープの位置がずれているのがわかると思います。これが微調整ですね。これを遠くに照射するとなるとかなりの調整幅になると思います。こんな感じですね。約50センチ離れた位置で3から4センチぐらいですかね。回すだけで変わります。これで修理は完全に完了ですね。足の塗装はご愛嬌ということで、このまま使います。ということで今回はマキタ製レーザーライナー墨出し機大金 SK201 の修理をしました。このチャンネルでは今回のジャンク品修理やDIYをしています。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた。